不動明王様の庭に集う乙女たちが今日も新選組大使のような無垢な笑顔で多摩川の流れを越えていく。汚れを知らない心身を包むのは純白の制服。スカートのプリーツは乱さないように、青いセーラーカラーは翻さないように、ゆっくり歩くのがここでのたしなみ。都立日野南高校、ここは乙女の園共学。おはようございます、視聴者の皆さん。しかなんシカのこのこのここしたんたん、シカのこのこのここしたんたん、シカのこのこのここしたんたん、シカのこのこのここしたんたん。シカのことことこ現るのこのこ、つのつのぴょこぴょこ、見た目はおにゃんの子。近頃噂のなかなか極物お手並みいかほどヘナチョコ。すごく昔からジャパンに生息、シカ新品なら無限にください。細かいはまかまかもシカはウシカ、でもまとめてるテーマ。ニョニョステップで踊ろう、夜が明けるまで何度だって反芻したい。ぬぬぬ予測不可能しかいのです。アッパンギョルドでオーライカボスマシマシ、いつの間に癖になってぬぬぬ、あちゃでめちゃらしたいのです。破天荒バッチかもなんでもあり、ルールなんてなし、君の笑顔で元気満タン、もしかして運命のまま舞い合う、心のどこかで虎視眈々、君とならいつまでも。シカのこのこのこ虎視眈々、シカのこのこのこ虎視眈々。まだまだ寒いな。昨日雨も降ったしね。滑るから気をつけないと。大丈夫？ありがとうございます。どういたしまして。越トラコ、都立日野南高校2年生、生徒会長にして2年 B 組学級委員長、そして容姿端麗、学力優秀、スポーツ万能、学校のみならずご近所でも噂のパーフェクトガール。計画通り。順風満帆な高校生活を送る越トラコには誰にも言えぬ秘密がある。それは元ヤンであること。東京日野の猛獣とは私のことよ。少年漫画の影響を受けてヤンキーやってた黒歴史。これがバレたら高校デビューと同時に足を洗って優等生やってきた努力が水の泡よ。まあ偽装は完璧でバレることなんてないだろうけど。そう思っていたのだ。今日この日までは。まさか1話にしていきなりクリスリ自殺。深夜アニメでよかった。いやよくないけど警察医者コナン君じゃない。はじめちゃん。生きてる？何事？自殺じゃないならなんであんなとこぶら下がってんの？頭に角？ああ、東京じゃない、千葉のネズミなんたらで売ってるあれかって。それなら外れて落ちてくるよね。ってことは本物の角？それにこれは多分鹿の角。鹿でいいのかあれ？だったとして角が入るのって確かオスだけのはずじゃね？なら新種のユーマ？それとも悪の組織の怪人？それにしても鼻水すごいな。気温12度。きったねーとか思ってるうちに死肉と勘違いした動物たちが群がってきた。やんのかオラ。なぜこの状況で喧嘩腰？俺助けた方がいいのか？
にしてるわ。視線の圧、こんな面倒に関わったら遅刻する。優等生の私には断じて許されないこと。ここは気づかなかったことにして急いで学校へ。見捨てるんだ。こんな目に遭ってる私を見捨てるんだ。別に見捨てるわけじゃ。っていうか勝手にあなたがぶら下がってるだけよね。私急いでるの。遊びに付き合ってる時間は。明日のニュースで日野市の女子高生電線に引っかかり死亡って報道。これから毎朝この道を通るたび私の顔を思い出す。あの時助けていればって一生後悔に苛まれる毎日。もう分かったわよ。せこいつくっそ重て。重っ。あなたどうしてあんなところに？朝起きたらすでにあそこにいたんだよね。なぜか。マジでなぜだよ。とにもかくにも助けてくれてありがとう、ヤンキーのお姉さん。別にこのくらいのことは。ヤンキーのお姉さん？はあ？ヤンキーって誰が？お姉さんの。はあ？何言ってんの？立てば芍薬、座ればボタンと言われるこの私がヤンキー？ありえないでしょ。そっか。でも似合うんだけどな。何が？角も反応してるし。いや、何の検知器だよそれ。これ以上こいつといると危ない。気のせいじゃないかしら。人違いとか。あ、私そろそろ行かないと。もうあんなところに引っかからないようにね。危なかった。私のキャラ作りは完璧なはずなのに、どうして。あいつ何だったんだ。皆さん席について。あ、今日は皆さんに転校生を紹介します。転校生？なんか嫌な予感が。さあ入って。やっぱり。ごめん。あれ？なんでまた引っかかってんだ。学習しろ。さあ鹿の子さん、ご挨拶して。ナツ、鹿の子の子です。のこたんと呼んでね。面白い子だね。鹿だね。なんで普通に歓迎してんの？私がおかしいの？席はコシさんの隣が空いてるわね。学園ものあるある。なぜか都合よく空いてる席。まずい。あいつが変なこと言い出したら高校生活がおじゃんになりかねない。まずはこっちから先手を。ごきげんよう。あ、今朝の。あなた転校生だったのね。私はコシトラコ。わからないことがあったら何でも聞いてね。ありがとう。あれ、なんだかこのままやり過ごせそう。なんだ、そんなに心配することなかったわね。私のことは好きなように呼んで。好きなように？すべて私の考えすぎ。わかったよ。ヤンキーのお姉さん、ヤンキーのお姉さん、ヤンキーのお姉さん、ヤンキーのお姉さん。これからもよろしくね、ヤンキーのお姉さん。コシさんがヤンキー？まさか小石さんが。聞き間違いよね。おえー、鹿の転校生には反応なしでなんでここに食いつく？
ヤンキーって何のことかしら。言いがかりはやめてくださる？私の野生の勘がお姉さんはヤンキーって言ってる。あなた野生なの？あとお姉さん少女だね。角も反応してるし。だからそれどういうシステム？コシさんが少女。やはりコシさんは黙ってろよガイア！少女って一体何の証拠があって？え、じゃあ処女じゃないの？いや、それはその処女確定。シカ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 。おじさんだ。今日も綺麗。さっきは危うく醜態を晒しそうになったけど、この調子よ私。でも油断はできない。なんとかしてあの鹿に元ヤンという私の正体をばらされないようにしなくては。そのためにもあいつがまた何か言い出す前に先手を。は？私の席に大量のお菓子？はあ！いや、この十字の帯は鹿せんべい。鹿せんべい、ご存知奈良県民のソウルフード諸説あり。修学旅行生が受け狙いで食べたりするも、大概その味同様、周囲からの反応は微妙な感じで終わる。こんなことをするのは絶対あいつだ。ってあれよだれ？マーライオンかよ。鹿の子さん、これは一体？にゃん、恩返し？恩返しの顔じゃなくない？お姉さん、今朝助けてくれたでしょ、そのああ、大したことじゃないし、お礼なんて。あ、鹿せんべいじゃ不満か？いや、そういう問題じゃ。てか、なんで急にちょっと偉そうなのよ。なら特別に角をあげよう。取れるのそれ？はい。いらねちなみに食べられるよ。え。味とかあるの？食べないけど。もみもしゅうでとても硬い。無理して食べる感じのやつ？そこまで言うなら特別だよ。だからいらんて。つか、私が言うのもあれだけど、もうそれアイデンティティ大崩壊だよ。角なかったらそれはもうただの女子高生じゃん。命の恩人のためならキャラも期待でするよ、私は。重いし、キャラ捨てんのも早い。まだ第1話だぞ。鹿せんべいもダメ、角もダメ。くっつくんだ。もしやお姉さんの望みは？なんでさっきから鹿縛りなの？分かってよ、食べるといいよ。食べないわよ。てかこの人たち誰？だって私、他にあげられるものないよ。ほら、この通りお金も持ってないし。鹿せんべいまだあるの？これ以上はご勘弁を。なんで私がカツアゲしたみたいになってんだ。しかも鹿せんべいといっけね。ついすが。ねえねえ、のこたん、コシさんと知り合いなの？朝から仲良さそうだったよね。え？ってのこたん？私の相性だよ、可愛いから。クソうぜ。実は今朝電柱に引っかかった私をこの鹿の子さん、そういえば先生が呼んでましたよ。やだ、コシ探偵は急にこんなとこ連れ込んで。大胆。何想像してんだよ。コシタンこそ何を想像したの？何ってそんなの。コシタン、処女っぽ。うるさいな。てかさっきからコシタンってなんだよ。あだ名だよ、ノコタン&コシタンって感じでよかろ。お笑いコンビかって勝手にあだ名なんてつけてんじゃねえよ。じゃあヤンキーのおね。コシタンでいいです。いいそうです。
っていうかそんなことどうでもいいんだ。私の正体のこと絶対誰にも話さないって約束してくださる？私学校では優等生で通ってるんで正体がバレるといろいろ困るのよ。もし話したらただじゃおかねえぞ。分かったな。正体、それはコシタンが本当に処女だってこと？違うねえけどちげえわ。くそ、さっきから人のことおちょくりやがって。てめえ冗談は角だけにしとけよ。そうだよね、こんな角変だよね。いや角が生えてる女の子なんてやっぱり気持ち悪いし、そもそも鹿ってなんだよって話だもんね。気に障ったらごめんね。そうか、こいつは今までも見た目のことでいろいろ言われて、なのに私はこれじゃ優等生、いやそれ以前に人間失格だ。悪い、角はもういいから。これなら一緒。どこまでが角なのか怖くて聞けないコシタンであった。今日は朝から疲れた。さっさと帰って明日の予習しねえと。今の音はあそこからか。すみません、誰かいるんですか？すごい音がしたけど大丈夫？警察！医者！ブランク！あ、じゃない、はじめちゃん！コシタン！鹿の子さん、それっち何かあったの？いやー、失敗。脚立から落ちて膝すりまいちゃった。絆創膏かわいい。うっせえ。つか何してんだよ、こんな使われてない倉庫で。掃除してた。掃除？一人でか？ありがとね、コシタン。よーし、お掃除再開。よいしょ。ああ、もう手伝ってやるよ。いいの？怪我してるし、それに一人だと何しでかすかわからないからな。やった、ありがとう。孫うことなきツンデレ。掃除なんて雑用なのにずいぶん楽しそうだな。だってコシタンと一緒だし。大げさなんだよ、たかが掃除に。掃除も誰かとやるとこんなに楽しいんだね。あら、ずいぶん綺麗になったわね。鵜飼先生？先生のつ。はいはい、ノッツ。講師さんが手伝ってくれたのね。ありがとう。大変だったでしょ？これくらいなんともないですよ。講師さんが歯科部に入部してくれるなら安心ね。そうですね。はい？歯科部？それじゃ約束通りここは自由に使っていいわよ。やったー。じゃあ歯科部って一体何です？それに私が入部って。あら、聞いてないの？私が歯科部を立ち上げたんだ。何その未だかつて類を見ない部活。ここを掃除したら部室として使っていいわよって約束したの。ねえじゃねえんだよ、ねえじゃ。というかそんな意味不明な部活に入れられたらマジやばい。でも安心したわ。コシさんしっかりしていて面倒見もいいし、頼れる兄子。明るくて優しいから楽しい部活になりそうだし、アットホームな部活。頭もいいからなんか賞とか取れそう。インターハイ全国大会。コシさんが入部してくれるなら歯科部大活躍間違いなしね。任せてください。コシタンはちょろかった。じゃあ鹿の子さん、部活届書いてね。
部活名鹿部部長星トラコ。活動内容主に鹿の世話っと。ちょっと待って、どうして私が部長なのかしら。部長はコシさんだよ。なんで私がおかしい感じ？だって鹿部ですよ。鹿の子さんが部長をやらないで誰がやるんですか？ああ、そういうことか。鹿部の活動内容は主に鹿の世話って書いてるよね。ええ。私は鹿部所有の鹿になるわけだから。鹿部所有の鹿？そのお世話係が部長。つまりコシさん。納得いかないんですけど、そもそも鹿を世話する部活って農業高校かここは。はい、提出。確かに受理しました。仕事が早い。それじゃあ部長、鹿の子さんのお世話よろしくね。よろしくにゃん。はい。いい笑顔で任せてと言った手前、反論できない虎視眈であった。鹿部結成やったー。たった1日で予想外の展開になってしまった。明日も鹿せんべい持ってこよう。まあいっか。それじゃあまずはブラッシングを頼もうかな。お前ふざけんなよ。って何このたわしみたいなブラシ。動物用だよ。ああ、もう仕方ねえな。なっちくそ、なんで私が。にゃん。ああ、もうこれから毎回こんなことやらされるのかよ。怖っ。なんだかわからないが、鹿部の戦いはこれからだ。わらわら集まる鹿。どこから来るのかしか。鹿いない。そんなにおいしい鹿せんべい。丸くてこんがり散らさないで。どうしてそんなに欲しがるの。頭がいいのかしか。持ってるとバレるのなぜ。鹿いない。晴れても雨でも鹿のため。着いた。鹿なん鹿の子の子の子こしたんたん。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 鹿の子とこどこ現るのこの子。つのつのぴょこぴょこ。見た目はおにゃんの子。近頃噂のなかなかきわものお手並みいたほどヘナチョコ。すごく昔からジャパンに生息。鹿せんべいなら無限にください。細かいはまかまかも鹿は牛か。でもまとめてるテーマ。布ステップで踊ろう。夜が明けるまで。何度だって反芻したいの予測不可能。鹿
改めて紹介しよう。彼女の名前はコシトラコ。実は元ヤンキーである。高校デビューと同時にそれを隠し、優等生の地位を築き上げ、今や生徒会長および学級委員長も務めている彼女だが、転校してきた一人の鹿鹿の子の子にそれを見破られ、さらに処女だと見破られ、それとは関係なくとてもちょろかったので、謎の部活鹿部の部長をする羽目になってしまった。そして今日もいやいや部活に。さあ部活の時間だいやいやでもないようだ。いや別に部活が楽しみなわけじゃないけど。え、ならなぜ？朝ちょっと部室の模様替えをしてみたら、めちゃくちゃいい感じになっちゃって、今日の部活がすごく楽しみになってしまったとか、そういうわけでは断じてないのだけど。そうですか。部室を過ごしやすくするのは部長の務めだし、あいつの反応が楽しみだぜ。コシタンすごい、見直した。当然よ。あとは壁紙も貼って、あ、棚も置くか。まだまだやること山積みだな。待ってろ私のユートピア。ユートピア終了のお知らせ。どういうことだ。私のユートピアが、私の全財産を投入し、今朝4時間かけて作り上げたユートピアが。朝3時起きであった。コシタン大丈夫？そんなところにいたら危ないよ。こっち来て。お前か。お前なのか。私のユートピアをこんな姿にしたのは。何の話？私が来た時にはもう部屋はこんな状態だったよ。それにこの部屋は危険だよ。どういうことだ。私今日何者かに命を狙われてるの。誰に？なんで？わからないけど、多分物質もそいつの仕業だと思う。通学中5メートルの落とし穴に落ちたし、空から槍が降ってきたし、水の入ったペットボトルも置いてあったし。なんで生きてんの？槍頭に刺さってたよね。っていうか水入りペットボトルなんて今時猫でも怖がらねえぞ。しかも思いっきり角がドアに引っかかったし。これはまたお前が壊したんかい。とにかくここは危険なんだってば。落ち着け。普通に考えてお前を狙うやつなんかいないだろ。そうかな。そうそう、こういう時は外の空気でも吸って落ち着いて考えをまとめるのが。おい、部活に外に顔を出すやつがあるか。ここは戦場だぞ。誰？戦場では少しの油断が命取りと教えただろう。教わってねえよ。こちとら平和な平成生まれだわ。っていうかお前マジで狙われてんの？そうみたい。こんなとこいられっから帰れ。教科を置いて逃げ帰るというのか。うるせえ。お前の教え子になった覚えはねえ。これ以上面倒ごとに巻き込まれるのはごめん。コシタン、頭大丈夫？悪口ではない。どこのドイツだ。返せよ私のユートピアを。完全に切れました。やってやんや。兵隊だか殺し屋だか知んねえがかかってこいや。やべ、手榴弾だ。鹿せんべい？おい、あれは罠だ。バカ待て何？コシタン！いや、どう見ても罠オブ罠じゃん。罠に自らよだれ垂らして突っ込んでいくバカがいるか。罠。鹿の子？大昔とある鹿がこう問われた。なぜ鹿は鹿せんべいを食べるのか。こう答えたそうだよ。そこに鹿せんべいがあるからだ。鹿の子！
ごめんコシタン。でも私何よりも鹿せんべいが好きだから。抜かった。だから散々罠だって言った。最後少しスピードが落ちて鹿せんべいに手が届かなかった。そっち？おい、こそこそ私を狙ってるやつ聞こえてるんだろ。私の名はノコタン。用があるなら出てこい。この勝負正々堂々受けてて。もうすでに負けているのでは？負け鹿の遠吠え。あと鹿せんべいもっとください。どの立場で物言ってんだ。ずいぶんと図太い害獣なのね。あもっと早く駆除するつもりだったけれど全く計算が狂ったわ。勝負受けて立とうじゃない。地獄へ突き落としてあげるわ。こいつ数々の修羅場をくぐり抜けてきたこの私をいとも簡単に捕獲するとはただものじゃない。貴様一体何者だ。あんこ？あんこ？お前何してんだこんなところで。会いたかったって家に帰り会うだろお姉ちゃんとは365日24時間毎分毎秒一緒にいたいの。お姉ちゃんの似合いたまんない。超やめんかい。それよりお前学校はどうした？話聞いてる？コシタン、彼女は？ああ悪い。こいつはコシあんこ。私の妹だよ。コシ、あんこ、コシ、あんこ。さてはお前何か美味しそうなものを想像しているな。いやしめをこちらに向けるなこの害獣が。ね。鹿の子の子、私はお前を許さない。なんでお前が鹿の子を？もしかして全部お前の仕業なのか？そうだよ、私がやったの。なんでそんなこと。鹿のせいでお姉ちゃんは変わっちゃった。これまでは学校が終わったらすぐ私の元へ帰ってきてくれてたのに。お前の元ってか私たち家族の家な。最近は毎日帰るのは夜遅く。7時までには帰ってますけど。遅くまで何してるかと思ってちょっと尾行をしてみたら部活と称して密室で鹿のお世話なんていやらしい。いやらしいのはお前の思考回路だよ。それに今日なんて朝早くに家を出たと思ったら鹿との愛の巣作りに夢中じゃない。あんなふかふかなソファーとか可愛い絨毯とか部室に必要なの？いやらしい。ここで何をする予定だったの？それは否定したいが私利私欲のためとも言い出せなかった。答えられないってことはもしかしてもう寝たの？なわけねえだろ。メンヘラ彼女かお前は。てかなんでくない？イカなの？コウガなの？ホカゲなの？おいお前もあんこに言ってやってくれよ。コシタンは私の女だ。なんでそうなる？なんでお前が乗るんだよ。違うじゃん、そういうんじゃないじゃん。腰だか粒だか知らないがコシタンは私が守る。さっきからお前がそんなこと言ったらやっぱりお前がお姉ちゃんの社長を奪ったのね。ほらこうなるじゃん。誰がこれまで大事にお姉ちゃんの処女を守ってきたと思ってるの？誰にも守られた覚えもねえよ。許せない。私からお姉ちゃんを奪った鹿も鹿と一線を越えたお姉ちゃんも一線も中央本線も越えてないが。お姉ちゃんの隣は私の居場所。邪魔する者は全て敵。だから全部壊しちゃおうって思ったの。あんこ鹿部なんてふざけた部活をめちゃくちゃにして害獣を駆除すればお姉ちゃんは私の元に帰ってくる。けど考えが変わったわ。あなた正々堂々と勝負って言ったわね。面白いじゃない。その勝負受けて立つわ。その代わり私が勝ったらあなたには一生奈良公園の鹿として生きてもらう。ならもちろん私が負けたらあなたとお姉ちゃんのただれた関係を認め私は潔く身を引くわ。誤解を生む言い方やめろ。あんこお前いい加減にしろよ。こんなの馬鹿げてる。そもそも勝負する意味はないだろう。なんだその鹿が勝負しろって言い出したんだよ。それはそうなんだけどさ。
よ。勝負しよう。ちょっと待てよ、本気か？お前が奈良公園の鹿になったら鹿部はどうなっちゃうんだよ。大丈夫だよ、コシタン。え？私を信じて。私たち鹿部は鹿せんべいより固い絆で結ばれているんだから。鹿の子。いや、意味わからんけど、鹿せんべい固くないだろ、サックサックじゃん。ただし私からも条件がある。何？もし私がこの勝負に勝ったら鹿せんべいいっぱいください。もうなら行けよ。鹿部発足後初の大ピンチ。どうなる鹿部、どうなるノコタン。鹿せんべいと鹿部の命運をかけた死闘が今始まる。すぐに奈良公園に強制送還してやるわ。鹿せんべい食べ放題。帰っていい？鹿第1回日野南高校チキチキコシトラコ決定戦。まずは選手を2人のご紹介です。何この状況。コシトラコの妹にして強烈無比のシスコンコシアーコちゃん。この世界、私とお姉ちゃん以外いる意味あります？ねえ、何これ。鹿部所属鹿の子のこさん。鹿せんべいのために頑張ります。聞こえてない？そんな2人に迫られるコシさん、今のお気持ちは？意味がわかりません。非常に楽しみということですね。私の声は届いてますか？気になる勝者への賞品ですが、あんこちゃんにはのこたんを奈良公園へ強制送還する権利、のこたんには鹿せんべい100年分が贈られます。どっちもよく用意できたな。ちなみに司会進行は鹿部顧問鵜飼が務めさせていただきます。教師って暇なんですか？それでは張り切ってまいりましょう。このセット本格的すぎません？第1問、コシさんが毎晩コシさんが毎晩寝る前にしてることは何？答えは部屋にあるぬいぐるみたちとお話ししてからお休みのキスをする。正解。やめてー。何この問題。何私のプライバシー晒してるの。ダメなの？ダメに決まってるでしょ。でもコシさんの好感度は上がってるしよくない？コシさんぬいぐるみ好きなの？かわいい。押せる。そういう問題じゃない。ちなみに証拠写真がこちらになります。プライバシー。やめてよ、こんな問題。続いて第2問。スルー。コシさんは今ち。おっと、今度はノコタン選手が早い。答えをどうぞ。コシさんは今ノーブラか？正解はブラトップなので実質ノーブラと言える。だから何その問題。正解。そんなの見てみないとわからないじゃない。シュレディンガーのブラ。では証拠の映像をどうぞ。やめて。さっきといい。なんでこんな映像持ってるのよ。第3問。もう帰っていいですか？コシさんがこれまでこれまで付き合ってきた男性もしくは女性は合わせて何人？正解は0。いや、いるかもしれないじゃない。いません。残念、不正解です。コシさんがこれまで付き合ってきた男性もしくは女性は合わせて0人ですが、なぜ0人なのでしょう。60文字以内で理由を述べよ。そこ深掘りする必要あります？はい、あんこちゃん、答えをどうぞ。周囲の男女が身近な人間と交際を深める中、高校生になっても初恋が訪れず、いつしか運命の人が現れると思っている少女漫画脳だから。ジャスト60文字。正口考察やめて。愛読書は別冊フレンドです。解。第4問。コシさんが秘密にしている小さい頃のエピソードは？ 10歳までおねしょをしていたこと。正解。言わないで。コシさんが実は好きなものは？子供向けアニメ。正解。実はって何よ、別にいいでしょ。第5問。コシさんの卵かけご飯。正解。そこでわかるのおかしくない？なん
いうことでしょう。ここまで両者一歩も引かず同点。どんだけ私のプライバシー暴いてんのよ。こんなの絶対おかしいわ。なんで鹿ごときがお姉ちゃんの情報もそんなに何か裏があるに決まってるわ。そうか、全国の鹿を使った情報もシカシカネットワーク SSN でお姉ちゃんのデータを集め、スパコン歯科学で解析したものをその角で受信してるに違いないわ。もうこうなったら実力行使よ。油断したわね。まだまだ罠は残ってるのよ。結局こうなったらクイズの意味なくね。コシタンがプライベートを暴露されただけであった。なら公園へ送る前に串刺しにしてくれるわ。避けられるんかい。なんなのよこの鹿。おとなしくやられなさいよ。疲れた。このどさくさに紛れて家に帰るか。この害獣。お姉ちゃん。鹿の子！おい、鹿の子！コシタン、なんだかとっても眠いんだ。何を言ってるんだ。しっかりしろ、鹿の子。目を開けろ、鹿の子。鹿の子。おい、なんでだよ。勝手につきまとって勝手に部活作って勝手に人のこと巻き込んだくせに、それなのに勝手に私の前からいなくなる生きてたのはいいけど、どうなってんだ一体。あの時拾った鹿せんべいが守ってくれたみたい。昔の映画かよ。だいたい鹿せんべい硬くないだろ。サックサックじゃん。鹿の子、お姉ちゃんを助けてくれてありがとう。私の乾杯よ。私は憎しみや怒りにとらわれすぎてお姉ちゃんを傷つけるところだった。こんな私は妹失格だわ。お姉ちゃんの隣にいるのにふさわしいのはあなた。そんなことないそんなことないよ。君がコシアンがくれた鹿せんべいのおかげでコシタンを守ることができたんだ。コシアンは命の恩人だよ。私たちいい友達になれそうじゃない？ノコタンと呼ばせていただいても？もちろん。これからもお姉ちゃんをよろしく頼むわ、ノコタン。任せて、コシアン。結局最初から最後まで全く展開についていけなかったコシタンであった。とりあえず明日からは毎日ブラをつけよう。今日は白。投資。
しかいない。そんなにおいしい鹿せんべい、丸くてこんがり散らさないで。どうしてそんなに欲しがるの。しか頭がいいのかしか、持ってるとバレるのなぜ。しかいない。晴れても雨でも鹿のため。やっべ、寄り道してたら遅くなっちまった。ごめん、遅くなった。鹿の子の子のここしたんたん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 。鹿の子とこどこ現るのこの子、つのつのぴょこぴょこ、見た目はおにゃの子。近頃噂のなかなかきわものお手並みいかほどへのチョコ。その昔からジャパンに生息。鹿せんべいなら無限にください。細かいはまかまかも鹿は牛か。でもまとめてるでもののステップで踊ろう。夜が明けるまで何度だって反芻したいののの。予測不可能しかいのです。アーパンギャルドでオーライカボスマシマシ。いつの間に癖になってののの。あちゃでめちゃなしかいのです。破天荒バチかもなんでもあり。ルールなんてなし。君の笑顔で元気満タン。もしかして運命のまま舞い合う。心のどこかで虎視眈々。君とならいつまでも。鹿の子の子のここしたんたん。鹿の子の子のここしたんたん。どうして部屋に鹿が。いや、鹿部に鹿がいるのは必然ではあるけども。っていうか、今まで割と普通にいたわ。なんで気づかなかった私。てか、備品の鹿せんべい勝手に食うなよ。おい鹿の子、お前が連れてきたのか。いない。ぬぬ。もしやこの鹿。鹿の子、何ふざけてんだ。お前が鹿の子だってことはもう分かってんだぞ。早く元に戻れ。戻らない。はんはん、こいつ私をからかってるな。いい度胸じゃねえか。その化けの皮ならぬ鹿の皮、私が剥いでやる。グワシ、脱げー、着ぐるみを脱げー。こんなもの着てれば私にバレないとでも思ってんのか。喉乾いたな。物質と校舎の間往復しちゃったもんな。お、そういえばさっきいいもん買ってきたぞ。じゃーん、春限定
野南高校の購買で超大人気、桜餅味タピオカミルクティー。鹿のままだと飲めねえな、かわいそうにな。せっかく私のおごりなのにな。お前が飲めないなら私が飲むしかねえな。いいのか、お前の分までタピっちまうぞ。無視。くさ、タピオカ程度じゃ動じないか。万次郎。鹿は草食動物、草や葉っぱを食べる。私が丹精込めて育てている万次郎は、鹿部の観葉植物はすべてコシタンが名前をつけて大切に育てていた。ハムハムすんな鹿野郎。何その鳴き声、初めて聞いたけど。オジカは攻撃的になるとゲゲゲと鳴いて威嚇する。この時むやみに近づいてはいけない。意地でもやめねえってか。けどこっちだって引けない。万次郎たちの命は私が守らねば。こうなったら武力行使だ。お前の弱点、ペットボトルでも食らえ。ノコタンは水の入ったペットボトルが苦手なのだ。どうだ、手も足も出まい。どかして欲しければ今すぐ元の姿に戻るこったな。あれ、お前いつの間にペットボトルを克服しやがったんだ。ヌフスン。もっと本質的にこいつの興味をそそることでないと万次郎たちを守れない。鹿の子が興味を引きそうなもの、引きそうなもの。これだ。こんなところに私の黒歴史ポエムノートが。こんな恥ずかしいもん今すぐ燃やさなきゃな。ちら。でも私と鹿の子の仲だしな。燃やす前にお前が元の姿に戻ったら特別に見せてやってもいいんだけどな。恥ずかしすぎて家にも置いておけず常に持ち運ぶしかないポエムノートをまさかここで出すことになるとは。だがここまで私が身を削ればやつも。ビンゴ、反応した。あと一押し。他にも作ったばっかの自作オリジナルソングとか聞かせてあげちゃってもいいんだけどな。何それ、聞きたい聞きたい。しゃあねえな、ちょっとだけでぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。ズズンズッチャッチャ、ズズンズッチャッチャ、それゆけ元やんこしたん。悲しい風が聞こえる、誰かが泣いているのか。ウォウウォウウォウ、放課後の校舎裏、植えた虎のテリトリー、アンタッチボーなサンクチュアリー。うかつに触れたら噛み殺されちまうぜ。だけどほっとけないのさ、悲しい歌は拭いに行くよその涙。やれやれ、私は目立ちたくないだけなんだけどな。3分半、3秒で十分だ。ゴーファイコシタン。もとやんだけど甘く見るなよシャブゾウ軍団。もうこの拳が頬骨粉砕気を吹くぜ。虎の肉球はぬるくないぞ。ふんふふんふんふふんふん。泣きたいときは呼んでくれ。コシタンコシタン、ウォウ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 。私は元ヤンコシタン。それでは2番いってみよう。ズンズズッチャッチャ、ズンズズッチャッチャ、それゆけ元やんこしたん。おっと、これ以上はさすがに聞かせられないな。残念だな。ダメダメ、お前が元の姿に戻らないと。もっと聞いてみたいな。にゃん、モテヤンコシタン歌ってみてよ。ギヤー。鹿の子が2人。なんで？私が2人？何
こしたん。だってそれぬぬぬぬぬぬぬ。会話してる？なんか日野動物園から脱走してきたんだって。脱走？鹿せんべいの匂いにつられたのかな。なんだそねえ、それよりこのポエムノートって何？わあ、さっきのオリジナルソング。ねえねえ、続き歌ってよ。それゆきもとやんこしたん。穴があったらどころか穴を掘ってでも入りたい虎視眈であった。なつかりしたのつ。鹿は日野動物園に帰っていった。シカ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 。暖かい日差しが降り注ぐ中、桜の花が満開となりました。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。在校生を代表して心よりお祝い申し上げます。春、虎視眈たちは3年生に進級した。どうやらサザエさん時空ではなかったようだ。コシタンの生徒会長挨拶見たかったな。かっこよかったんだろうな。れ？あたぼうよ。ん？大丈夫？なんでこんなところに？どうしたの？具合悪い？保健室に連れて行きましょうか？それとも救急車？いや警察？自衛隊？馬車目としたことが高くてついつい寝てしまいました。そうだったの。馬車目？具合が悪いわけでなくてよかったわ。でもどうしてこんなところに？見たところ新入生みたいだけど。馬車目、あなたに会いに来たんです。え？馬車目めめって言います。1年生です。馬車目、あなたに憧れててどうしても会いたくて、鵜飼先生に聞いたらここにいるんじゃないかって教えてもらったので来ちゃいました。ははん。つまり入学式で見た清楚で美しくて優等生な私に憧れてついつい会いに来ちゃったってことか。馬車目、あなたのようになりたいんです。だからあなたの弟子にしてください。ごめんなさいね。気持ちは嬉しいのだけど。鹿の子先輩。鹿の子先輩？はあ？鹿の子さん？私じゃなくて？あなたどちら様ですか？さっき入学式で喋りましたけど、生徒会長ですけど。馬車目、鹿の子先輩に会いたくてここで待ってたんです。なんだこいつ正気か？馬車目さんはなんでこいつ鹿の子さんに憧れて？よくぞ聞いてくれました。あれは入学式の前、私が校門前で行き倒れていた時のこと。なんて？お腹減った。馬車目はもうダメです。ああ、そろそろ入学式が始まる。馬車目は高校デビューできずにここで死んじゃうんだ。食べる？え？ありがとうございます。それじゃ。あ、待ってください。あなたのお名前は？名乗るほどのもんじゃございやせんよ。そんなわけで鹿の子先輩は馬車目の命の恩人なんです。鹿せんべいで救われる命とは？それから馬車目は入学式中にずっと考えていました。なんてかっこいい先輩なんだろう。馬車目もこうなりたい。こんな鹿になりたいって。鹿になりたい？だからこの馬車目を弟子にしてください。弟子ってあなたね。うわー！さっきからなんで蝶にたかられてんだよ！おい、どうすんだよこいつ。お前さん馬車目と言ったかな？はい、馬車目です。
鹿になる覚悟できてんのかな。何そのキャラ、鹿になる覚悟って何？馬車目、精一杯鹿になることを誓います。どんな先それならまずは鹿部に入ることだな。はい、馬車目鹿部に入ります。生？私そっちのけで話を進めないでくれないかしら。鹿部はコシタンが部長であり飼い主だから、まずはコシタンにお世話してくださいってお願いしな。ごてん承知の助。飼い主の話聞けよ。何？中学も卒業してやっとお姉ちゃんと同じ学校の生徒になれたわ。鹿部にも入部申請したし、これからは毎日朝から晩まで24時間お姉ちゃんと一緒。あんなことやこんなことしほうと。お姉ちゃん。コシタン先輩、馬車目のこともお世話してください。やめなさ姉ちゃん、い。あんこ？私以外の女と何してるの？祝鹿部新入部員2名追加。いろいろあったけど、これで部員は4人。鹿部はちゃんとした部活になった。これまでは実態不明のお遊戯部だったが、これからはバシバシ活動していくぞ。よっしゃー、お前ら今日から張り切っていくぞ。お姉ちゃんとお揃いのマグカップ。まあこのままじゃあかん。鹿部手こ入れします。というわけで第1回鹿部活動方針会議を開催します。なんか始まった。真面目な顔も可愛い。黙らっしゃい。新学期早々お前らは毎日ダラダラ。鹿部としての誇りはないのか。鹿部の誇りとは。そんなこと言われてもな。私は悲しい。せっかく立ち上げた鹿部がこんな怠惰な部活だとバレたら、部費は減らされ生徒会長まで上り詰めた私の地位はガタ落ちだろうが。コシタン先輩が元ヤンなのもびっくりだけど、ここまであけすけな性格なのも笑えますね。そんなところも可愛いのよ。このままじゃダメだ。全員今年の目標を決めていくぞ。はーい。まずは鹿の子。の我が部の鹿代表として、そして先輩鹿としてお前の目標を後輩に聞かせてやれ。そうだな。私は鹿せんべい風呂に入りたい。却下。シュニュン食堂。鹿せんべいで部費を使い切る気か。そういうんじゃなくてもっとちゃんとしたやつ。それ以外となると特にないかな。鹿部ってお前が作った部活だよね。なんで作ったの？こいつはダメだ。まるで後輩に示しがつかない。次は鹿見習い馬車目。部室で米を炊くな。コシタン先輩もいります？いらん。お前は鹿になりたいとか言ってたし、具体的にやりたいことがあるんじゃないか。そうだな。馬車目、田んぼ作りたいです。なんて？田んぼ？畑でもいいです。いや、知らんけど。馬車目、気づいたんです。鹿としてこの現代社会というサバンナを生き抜くために必要なこと、それは自給自足だって。なのでまず部室の横に田んぼを作ります。馬車目、鹿としてしっかり米育てます。鹿とは10話をお楽しみに。くそ、どいつもこいつも。残るはあんこ。お前だけが頼りだ。そうな。私はお姉ちゃんを助けたくて鹿部に入ったから、お姉ちゃんの隣でお姉ちゃんのことを支えていきたいかな。あんこ、さすが私の妹。やっぱりお前だけだ。そしてあわよくばお姉ちゃんを私なしでは生きられないようにしたい。こわ3秒前の感動を返してほしい。そういうコシタンはどうなのさ。ふんす、私はお前らと違ってちゃんと考えてるからな。例えば？
いろいろあるが、まずは手始めに手始めに物質をもっと可愛くしたい。もう十分だと思うけど。いや、この建物もともと古い倉庫だし、いっそもっと可愛いのに建て替えて。コシタンが一番シカ部に関係なくない？生徒会長が公私混同していいのかしら。棚上げってやつですね。物質を快適にするのは別に悪いことじゃないし、鹿が過ごしやすくなるための環境を整えるのは部長の責務だし。それなら鹿せんべい風呂だって許されるじゃん。馬車目の田んぼも。私がお姉ちゃんと部室であんなことやこんなことしたいという気持ちも。あんこだけなんか変わってない？そもそもコシタンは間違ってる。鹿部の本分は鹿のお世話をすること。お世話係ならもっと私のことお世話すべき。このままだと愛想を尽かして出て行っちゃうぞ。はあ？そうなると鹿部から鹿がいなくなっちゃうわね。そうしたら鹿部は廃部になって。コシタン先輩は鹿部を廃部に追いやった責任問題を問われますね。ちょというわけで鹿部の活動方針以前に鹿への待遇改善を求めます。めちゃくちゃ正論ぶつけてきやがる。くそ、じゃあ私は何すればいいんだよ。ブラッシング。普通じゃん。ほい。さあどんとこい。なるほど。より良い鹿になるにはブラッシングが不可欠。馬車目学びました。さすがのコタン先輩。いや、別にブラッシング関係ないと思う。コシタン先輩、馬車目の頭も開いてますよ。先輩には全く興味はありませんが、先輩がそこまで馬車目のことをブラッシングしたいというのであればやぶさかではありません。なんで上からなんだよ。言ってねえよ別に。にゅん。は二人とも、いや2匹とも。お世話係であるお姉ちゃんのこと何も分かってないわね。ポットでの2匹より15年連れ添った私の方がいいに決まってるじゃない。そう、つまり私が最も鹿部の鹿としての適性があるのよ。お前いつから鹿になったの？私のお世話係じゃなかった？ほらお姉ちゃん、どう？そんな害獣たちよりも私をブラッシングしたいわよね。ねえ、圧が強い。こうなったら誰が一番本物の鹿か勝負だ。望むところよ。馬車目も負けません。会議だっつってんだろ。私が鹿よ。鹿よ。これが問題の鹿部ね。